皆様いかがお過ごしでしょうか。ルシャスライムでございます。突然ですが、皆さんはこちらのデバイスご存知でしょうか。こちらは Stream Deck と呼ばれる PC の拡張デバイスです。Stream という名の通り、配信者を主なターゲットにしたものとなっております。実際、配信に役立ちそうな機能が数多く搭載されています。しかし、こちらのデバイスは、配信するだけではもったいないような便利な機能が満載となっております。僕もこのストリームデッキを使用していますが、配信したことは一度もございません。というわけで今回は配信者ではない僕がこちらの Stream Deck をどのように使用しているのかを紹介していきたいと思います。皆さんも自分の PC デスクを想像しながらご覧ください。まずは Stream Deck とは何かというお話からしていきたいと思います。こちらはエルガトというブランドから発売されたデバイスです。ちなみにエルガトは2018年にコルセアに買収されていますが、以前はドイツに本社を構えていたようです。ストリームデッキを一言で説明すると、ディスプレイのついたマクロキーボードです。このようにディスプレイのついたボタンがいくつも配置されており、この一つ一つのボタンにマクロを割り当てることができるようになっております。ここにショートカットキーを割り当てたり、プログラムの立ち上げを割り当てたり、思うがままのデバイスを作ることができます。Stream Deck には3プラス1種類のラインナップがあります。まずはボタンが 3×5 で15個配置されたスタンダードな Stream Deck。ボタンが 2×3 で6つ配置されたコンパクトな Stream Deck Mini。そしてボタンが 4×8 で32個搭載された欲張りサイズの Stream Deck XL。さらに自身のスマホを Stream Deck 代わりに使うことができるサブスクリプション型の Stream Deck Mobile の計4種類がラインナップされています。ちなみにビジュアルは完全に指糸。僕過去にストリームデッキの動画を YouTube で漁っていた時期があったんですが、誰一人としてこれに触れていなかったので、すごいムズムズしてたんですよ。僕だけですかこれ。いい機会なのでもう一回言っておきます。完全に指糸。まずディスプレイのついたボタンっていう時点でもうこれが浮かんでました。しかも押し心地もなんかに似てます。カチカチする感じのボタンではなく、押した時に少しブニューっとしていて、そこが柔らかい感じのあの感触。似てます。ストリームデッキがどんな感じが気になる方は、とりあえずゲーセンに行って指糸をしてみてください。あれを小さくしたものだと思えば、8割ぐらい想像通りのものが家に届くと思います。それでは、皆さんの想像が膨らんできたところで、僕がどのようにこちらの Stream Deck を使用しているのか紹介していきたいと思います。丸 1PC の音量調整。ゲームや動画によって音量が大きかったり小さかったりするとき、皆さんはどのように調節してますか？多くの方がスタートバーのここを押してよいしょってやったり、YouTube だったらここのバーをよいしょってやったり、人によってはファンクションキーを押しながらよいしょってやるかもしれません。これ、Stream Deck でできます。このように音量大と音量小のボタンを配置して、あとは左手でここを押すだけ。マウスを持ち替えたり、両手を使うこともなく、いとも簡単に音量調節をすることができます。ちなみに音楽や動画の再生停止もここでできます。頻繁には使いませんが、あると意外に便利です。丸2、マイクのミュート。ゲームで誰かと通話しているとき、ゲームじゃなくてもいいんですが、少し席を外したいとき、あなたはどのようにマイクをミュートにしていますか？マイク本体にボタンがあればそれでこと足りると思いますが、じゃあボタンがない人は、マウスを操作して Discord などのソフトから直接ボタンを押すと思います。これ、Stream Deck でできます。ここのマイクボタンを1回押すだけ。なんてお手軽。しかもビジュアルでわかりやすい。これなら急な親フラでも安心です。丸3、ソフトウェアウェブサイトの起動。Stream Deck においてこれはかなり目玉機能です。
ボタン一つで好きなプログラムやウェブサイトを開くことができます。ディスプレイ付きなので画像を表示させて直感的に開くことができるのでとても便利です。もちろん Twitter とか YouTube も便利なのですが、便利だなぁと一人なのに思わず口に出してしまったのがこちらの Gmail と iCloud です。僕はメールアドレスは基本的にこの2つを使用しています。PC でメールを確認することって、スマホに比べるとあんまりないと思うのですが、会員登録をする際にはやはり PC でメールを確認すると思います。URL とか確認コードとかが届きますからね。僕はその際、いちいち Google で検索して Gmail なり iCloud なりを開いていました。今思えばブックマークくらいつけとけばよかったなとは思いますが、しかし現在は何かしらの会員登録をした際にはボタンを押すだけでメールのチェックができるのでとても便利です。企業に対して個人情報を開示する頻度が高まりましたね。4、ショートカットキーの登録。こちらはマクロキーボードとしては一番基本的な使い方ですね。あらかじめ使用したいキーを登録しておけば、ボタンを押すだけでショートカットが実行されます。やはり定番はコピー&ペーストだと思いますが、僕に関してはこちらはマウスに登録してあるので、Stream Deck には使用していません。せっかくなので僕が登録しているショートカットキーを3つ紹介したいと思います。1つ目はスクリーンショット。Windows キーと Alt キー、そしてプリントスクリーンです。今まで両手で使っていたものが片手だけで押せるのでとても便利です。2つ目は取り消しを元に戻すやつ。コントロールプラス Y です。これは PC で何か作業しているときに間違えたと思ってコントロールプラス Z を押すんですが、それを間違えたって時に押すと元に戻してくれるショートカットです。コントロールプラス Z は覚えられるんですが、コントロールプラス Y っていうのはそんなに使わないし覚えられなかったので登録しました。3つ目はコントロール足すシフト足すエスケープ。みんな大好きタスクマネージャーを出すことができるショートカットです。いちいちスタートから検索しなくても出せるなんて最高ですよね。そんなわけでショートカットキーの登録は王道の使い方です。5、家電の操作。実は Stream Deck では家電の操作までしてくれます。こちらは、IFTTT って僕は勝手に呼んでるんですけど、それを経由して操作します。なんと、ストリームデッキって言っちゃったね。Stream Deck のコンテンツの中に IFTA がすでに含まれているので簡単にできちゃいます。スマートプラグやスマートリモコン、スマートホーム対応製品を持っている方はボタン一つで操作可能になります。そんなことができるなんて買ってから気がつきました。僕は部屋の電気のオンオフとデスク上にあるこのスピーカーのオンオフに使用してます。ここを押すだけで電気がついたり消えたり、スピーカーの電源がついたり消えたり。ちなみにインターネットを経由しているので押してから電気がつくまで3秒くらいかかります。というわけで僕が実際に行っている Stream Deck の使い方を紹介してきました。この時点でたくさんの使い方がありましたが、実はまだまだあります。タイマーをセットしたり、カウンターとして使ってみたり、こんな感じで CPU の使用率を出しておいたり、自宅のインターネット速度をリアルタイムで計測してみたり、あとは Stream という名の通り、配信に関する機能はめちゃめちゃ充実してます。OBS スタジオだったり、Twitch だったり、いろんな機能がありました。使ったことはないですけどね。他にもテレワークをする方だったら Zoom に関する機能もありますし、DTM をする方向けの機能まであります。フォルダ機能やプロファイル機能があるので、仮にボタンを全部使い切っちゃったという場合でも安心してボタンを追加することができます。PC を使う人なら誰でも自分に合った使い方が必ずできるようになっております。ぜひテレワークのお供に、配信のお供に、動画編集のお供に、あるいはゲームのお供に、こちらの Stream Deck 導入してみてはいかがでしょうか。というわけでこの動画が良かったと思ったら高評価、悪かったと思ったら低評価、そのどちらの場合でもコメントとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また動画を見て疑問があったり気になることがあった場合はぜひお気軽にコメントしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。